皆さんどうも、チャキコです。今回のお動画は攻略で役立ちます小技、裏技23選になります。この動画でね、紹介していないことで皆さんがね、ご存知の小技や裏技などね、ありましたら、ぜひコメント欄にて教えていただけましたら幸いでございます。メインストーリーやミッションでは通常戦闘を回避することができます。このように壁沿いに進んでいけば回避することができます。こちらミッションやメインストーリーでは敵が出現する範囲が決まってますので、そこさえ回避してしまえば通常戦闘はしなくて済みますので、ミッションでもいちいち敵と戦わなくてもボスまでたどり着くことが可能となっております。ですが一部だけ例外がありまして、ごく一部だけ例外がありまして、このような橋のところ、こういったところは、必ず戦闘になってしまうので、戦闘を回避することはできないようになっております。ですがこの方法を使えばね、ほとんどの通常戦闘は回避することが可能となっておりますのでね。HP や MP などを簡単にブレイク状態にする方法なんですけども、こちらとても簡単でして、マテリアでもアクセサリーでもどっちでもいいんですけども、こちら一旦最大 HP などが上がるアクセサリーを装備させましょう。で、装備させましたら、最大 HP 増えるじゃないですか。で、ここで回復を挟みます。セーブポイントでも魔法で回復でもどっちでもいいんですけど、1回回復させますと、で、元の状態にね、装備品戻してあげると、最大 HP 上がったまんまの状態で冒険できるんですよね。はい。なので、こちらの方法おすすめですね。ボス戦前などでやると割と攻略が少しね、楽になるかと思われます。で、いちいち変えるのめんどくさいって方はね、セット装備で、セットしてあげるとね、はい、ボタン一つで簡単にブレイク状態にすることができますのでね、はい、おすすめでございます。物語の第6章でバスターソードが使えるようになるんですけども、こちらのバスターソード、最初のチュートリアルにはね、書かれてないんですけども、熟練度を上げていくと、このようにアビリティを解放することが可能となっておりますね。バスターソードを構えている状態からのこう急激やアビリティ発動時にね、ダメージ限界突破、このようなね、非常に強力なアビリティが解放されますので、熟練度をね、上げていくのをお勧めいたします。で、一部のアビリティに関しましては、このようなバリア貫通やバリア解除といったアビリティも解放されるんですけども、このようなアビリティはただ熟練度を上げるだけでは解放できないので、ちょっとね、やり方、詳しいやり方につきましては、前回のね、こちらの動画参照していただければと思います。特定の条件があるものもありますので、ご注意ください。なのでね、こちら、アビリティ、こちらのダメージ限界突破は非常に使えますので、はい。中盤からいきなりね、アクセサリーなしでダメージ限界突破できますので、早めにね、サクッと覚えてしまうのをお勧めいたします。ある程度物語を進めていくと、敵が防御不可能な技の魔法、アルテマを使ってくることがあります。で、そちらのアルテマ、非常に簡単に回避する方法が2つあります。で、まず1つ目がアルテマ。こちら敵が使ってきたら光った瞬間に回避ボタンを押すと、もう完全に回避することが可能となっております。で、こちら判定時間もかなり長いので、とても簡単なので、どなたでもね、すぐ使いこなせるかと思います。もう一つはジャンプですね。敵アルテマ使ってきたらジャンプすると、簡単に回避することができます。で、ジャンプ中はこれ無敵状態なので、このコマンドアビリティは非常に強いですね。ジャンプ系は様々な用途で使えますからね。はい、このような2種類の方法で敵が使ってくる防御不能の技アルテマ完全に回避することが可能となっております。ミッションなどある程度進めてくると敵がアルテマ使ってきて、でこちらのねマックス HP9999 を超えるダメージを与えてきて、そこで結構進めなくなるといった現象が起きると思うんですよ。そういった時でもこちらの2種類の方法ね、どちらか一番簡単なのは回避するですねを使えばね、先に進められて、かなり強力なねアクセサリーも割と早い段階で入手することが可能となっております。力アップや体力アップ、その他の〇〇アップ系のマテリアはとても便利な使い方ができます。通常ですとこちら体力アップとライブラ、力プラス5なんで出来上がったものは普通だったらね、力になるはずなんですよね。修正値の項目が。なんですけども、こちらの〇〇アップ系のマテリアの場合は、出来上がったものも同じね、体力アップ系とかだったら、項目が変わらないといった特性もあります。で、あとはこちらの
マテリア修正値アップアイテムですね。こちらを使っても変わらないです。体力のままになります。通常だとこういうのを使うと HP になったりするんですけども、体力のままだったりするので、こちら集中してあげることができますので、とても便利となっております。で、あとこちら体力アップなんですけど、これで回と回2ってあるんですけど、注意点なのが、この回とか回2で、強化してしまうと、こちら特定のね、コマンドアビリティとかの、マテリアに特性値、修正値ね、プラス上がったものを移したいときに、別のランクのね、マテリアになっちゃって別のものになりやすいので、できればこちら一番ね、こちらレア度の低い回も回にもついてない方で、こちら修正値を上げていくのがおすすめとなっております。パラメータ修正値を上げるのに最も役立つアクセサリーは物語第3章で必ず入手できます調査化支援室。こちらショップですね。ここに売ってる星のペンダント。こちらが一番コスパいいです。しかもパラメータ修正値プラス100までこちら一つでね、上げられます。個数は必要なんですけどもね、こちらの1種類でプラス100まで上げることが可能となっております。こちら星のペンダント、たった2個で、パラメータ修正値1上がるので、こちら非常におすすめとなっております。他のものだと例えばホワイトケープ同じ値段なんですけども、こっちの場合3個でね、修正値1アップとかだったりするので、星のペンダントは一番コスパいいです。しかもパラメータ修正値マックスプラス100まで上げることができます。大体のものって上限決まってるんですよね。修正値上げアイテムとかも、こういったアイテムとかも上限が決まってるんですよね。で、最後のこういったパラメータ修正値の種類すら変えてしまうものに関しましては、マックスのプラス100まで上げることができます。で、こちら、アクセサリー使う際には、こちらの星のペンだと精神が上がるので、一回ミスリルとか使って、こちら精神に上げてあげる必要が、精神にね、パラメータ修正値の項目変えてあげる必要があります。一回ミスリルを挟んで、その後に、こちら星のペンダントを使って修正値をどんどん上げていくといった方法がね、こちら終盤ではね、オーソドックスになるかと思われます。序盤中盤ではそこまでお金がね、金策が整ってないので、そこまでできなくて他のやり方の方がおすすめなんですけども、終盤はね、金策とか簡単にできますので、こちらの方法でちゃちゃっとマックスまで上げちゃうのがおすすめです。これは第8章でできます、ちょっとした小技なんですけども、まずサブクエスト的なもので、こちら棺桶の鍵というものがね、必要になるんですけども、でこちら最大所持数は4つなんですけども、特定のアクセサリー装備すれば、最大7個近くね、持つこともできるんですけど、通常だとね、4つしか持てないんですけども、こちらたった1つで使うだけで、力がプラス1アップするんですね。なので、これを使って、合成してっていうのをね、繰り返すだけですね。合成して、で、また棺桶の鍵4つ手に入れて、またライブラ1個、1000ギルで買えますので、で、適当にね、力上げたいコマンドマテリアとかにね、移してっていうのを繰り返しですね。で、棺桶の鍵は信頼屋敷の地下に出てきますサハギンを倒すと、ここでアホみたいに出てくるんですけど、1体倒すごとに確定で入手できますので、で、また4つ入手したので、また合成していくといった感じになりますね。なので、これ、SP が許す限り、結構高い数値までここで上げることができますね。はい、非常に簡単なんでね。こういうことをしなくても他の方法いくらでもあるんですけど、こちら第8章になったらできます。手軽なね、ちょっとした小技となっております。マテリア合成結果のグレードを簡単に上げる方法なんですけども、こちら内部データではマテリアごとにランクが1から8まで分かれてまして、こちら側からそれは確認することはできないんですけども、でこちら簡単に上げる方法といたしましては、ミッション第9章で、ゴンガガに行くんですけども、ゴンガガにあるセーブポイントの近くに宝箱がありまして、その中にね、ショップがありまして、でそのショップの中にこのようなDMW 系の確率がアップするアイテムがあるんですね。で、こちらをマテリア合成で使ってあげると、簡単にマテリアのグレードを上げることができます。で、DMW 系のマテリアというのは、ランクが最初からもう8、最大の8で設定されてますので、それをね、合成するとどうなるかというと、ゴブリンパンチ系いろいろあるじゃないですか。捨て身パンチが最高で、ここまでいろいろあるんですけど、例えば、ゴブリンパンチに DMW 系のものを1個つぎ込むだけで、最大レベルのね、
最大ランク8の捨て身パンチがいきなり作れちゃうんですね。なのでこれおすすめです。これ DMW 系のに混ぜるといきなり最大ランクのものが作れることになります。マテリアごとに種類が分かれてて、でその種類の中のランク8にすることが可能となっております。で、いきなり上がっちゃうんで、その中間ら辺で止めたいっていったこともあると思うんですよ。例えば盗むだと、盗むで DMW 系のマテリア合成しちゃうと、銭投げ、ランク8の銭投げができちゃうんですね。でも分ドル作りたいといった場合があるじゃないですか。そういった場合は別の方法がありまして、例えばなんですけども、何でもいいんですけど、こういったものに、ちょっとね、忘れがちなシステムなんですけど、アクセサリーをつぎ込むというのがあって、アクセサリーはパラメータ修正値を上げるものと、あとはこちらの出来上がったもののランクを上げるものがあります。例えばこれで言うと、他のアクセサリーでも何でもいいんですけど、例えば星のペンダントで言うと、1つでアイテム達人、で、3つつぎ込むとね、ランク6の分ドルができますね。こういったことがありますので、はい、このような方法でね、中間ら辺のランクのマテリアを作ることも可能となっております。序盤中盤で役立ちますお金で簡単に SP を稼ぐ方法は、ショップ使います。ショップで、まずね、バリア買います。これバリアじゃダメなんでご注意ください。バリアをね、1個でもいいんで買います。あとはポイズン買います。ポイズン買います。で、あとは、星のペンダント買います。で、その後マテリア合成で、この2つ合成していきます。はい、このような感じで合成すると、ステータス防御というものが消費 SP907 で購入することが可能となっております。こちらね、バリアにした場合、星のペンダント2個必要になっちゃうんで、バリアの方を買ってくださいね。で、それで合成します。で、合成した後にマテリアで SP 変換というものを行います。SP 変換もある程度ね、物が進めれば誰でもできると思いますので、で、こちらのステータス防御を1個変換すると、12040。なので、だいたいこちら1回8000ギル使えば11000の SP を入手することが可能となってますね。で、こちらステータス防御なんですけども、後々最終盤のミッションの方でね、手に入ります、ショップでも買うことができるんですけど、それで買った場合4万ギルもするんですね。でもこれ合成で作れば8000ギルで済んじゃうっていうね。このステータス攻撃とステータス防御ってショップで売ってるマテリアの中で一番高額なんですけども、実はね、合成すればここら辺のってすごい安く済むっていう、ちょっと落とし穴があるのでご注意ください。パラメータ修正値をプラス100作る際に、大量に SP を節約する方法になります。こちらは序盤中盤でとても役立つ方法ですのでね、ぜひ試してみてください。やり方に関してなんですけども、こちらのステータス防御と属性防御、こちらの2つを使っていきます。で、こちらの2つというのは、マテリアのレベルが1つアップすることに、修正値、精神がプラス5アップするので、一番上がり幅が大きいですね。で、こちらマスターにしてきます。で、こちらステータス防御マスターになったら、マテリア合成して、例えばステータス防御とバリアで属性防御ができます。で、また属性防御をこちら、マックスにしたら、次バリアではなくて、ポイズンとかサイレスでもストップとかでもいいんですけども、合成すると次はステータス防御ができます。で、またマテリアレベルマスターになったら、また合成して、属性防御にしてのこの繰り返しになりますね。この繰り返しをしていけばかなり高数値ので途中で最初の方でねパラメータ修正値アップアイテムを使ってねちょっとずつ修正してあげるとよろしいかと思われます。でこのようにして例えばなんですけども他の、ウォールとかでも何でもいいんですけども、そういったものに移したいときにかなりね、お得に SP 消費がかなり少なく済みますので、かなりおすすめです。通常だとね、パラメータ修正値プラス100にするのに100万ぐらいかかるんですよ。なんですけども、この方法を使いますと、かなり少なく済みますのでおすすめです。で、こちらで先ほどご紹介させていただいた、パラメータ修正値アップアイテムなかったら、こちらのアクセサリーとかで、パラメータ修正値を上げてあげることも可能となっております。でこちら一つ注意点なのが、こちら修正値、例えばなんですけど、プラス100の状態、これ100の状態になってしまうと、こちらは
こちらのようなパラメータ修正値アップアイテムで、パラメータの種類を変えるアイテムが使えなくなってしまいますので、ここちょっとあれ不備になりましたね。リマスター版で。原作版はこれ100の状態からでもこのアイテム使ってパラメータの種類変えられたんですけども、ちょっと変えられないのでね、リマスター版はちょっと1回100にしちゃったらね、ちょっともったいないことになっちゃう可能性もあるのでね、私は結構プラス98とか97で止めてあるマテリアも結構ありますね。この他にもさらに詳しい詳細なやり方は以前出させていただいてます動画、そちらの方でね、詳しく説明させていただいてますのでね、そちらの方よろしければご覧いただければと思います。なるべく早い段階でこちらのステータス防御、そしてヘルブリズがこちらのマテリアを装備してあげると物語がめちゃくちゃ楽になりますのでおすすめです。作ろうと思えば序盤でもこちらね作れてしまいますので非常におすすめです。で、こちらヘルブリザがおすすめです。ヘルファイガとヘルサンダがあって、こちらグロッキーの効果ついてないので、こちらだとねグロッキーも、こちら防いでくれますので、即死も防いでくれますので非常におすすめとなっております。で、こちらステータス防御とヘルブリザの簡単な作り方をお教えしますね。ステータス防御は先ほど、お伝えしましたショップですね。バリアとこちらバリア買って、マバリアですね。すみません。マバリアじゃないとダメ。マバリアとポイズンとこちらの星のペンダント買って、この3つを合成するとステータス防御はできますね。で、あとヘルブリザガラ、ごめんなさい。ヘルブリザガなんですけど、いくつか簡単な作り方ありまして、一番簡単なのは、まずはブリザガ、ごめんなさい、ブリザガマスターしてないので、ちょっとサンダガでやらせていただくんですけども、サンダガで、エスナのマスター、または、ポイズンとかサイレスとかの、マスターですね。ポイズンとかサイレスとか、ここら辺のステータス異常系のマスター同士合わせるとアイテムとかなしでも作ることが可能となっております。で、早い段階で作っちゃえば、こちらアクセサリーの枠もね、取らなくて済みますので、もう本当に、こちらね、快適でございますので、ぜひ。おすすめのコマンドアビリティなんですけども、こちらのジャンプ系が非常に使い勝手いいんで、ご紹介させていただきますね。ジャンプ、ハイジャンプ、スカイドレイン、その他にもステータス状態以上与えるジャンプ系もあるんですけども、こちらおすすめですね。こちらジャンプすると、ジャンプ中は無敵なんで、めちゃめちゃ強いですね、こちら。こちらのジャンプ中は無敵になりますので、敵のね、先ほどの動画でアルテマでね、ご紹介させていただきましたけど、アルテマとかも完全回避することが可能ですので、こちらのスカイドレインに関しましては、ダメージ与えた分だけ自分も HP 回復するといったことが可能となってますね。これ、今ね、ダメージめちゃめちゃ低いのは分かりますこれ、低いんですけど、これ敵の HP に依存するんですよ、スカイドレインっていうのは。なので、ボス級の敵の HP が100万近くあると、もう本当に乾燥ダメージ結構出やすいんですけども、敵の HP が低いとね、もうこんだけしか、たった210しかダメージ出ないんですけど、なのでスカイドレインはね、力マックスにしても、敵の HP の、依存が大きいので、そこはご注意ください。こちらね、ぼちぼち範囲攻撃できますのでね、かなり強いですよね。で、ハイジャンプ、威力だけで言うとハイジャンプが一番強いですね、やっぱり。こちらの吹き飛ばしというコマンドアビリティがあるんですけども、これがとても強力で、一撃必殺、即死効果と同じ一撃必殺なんですけども、この吹き飛ばしに関しましては、即死無効の敵に対しても効きますので、非常に有効です。大体小型から中型の敵だったら大体効きますね、こちら。でも大型の敵とか一部のねボスモンスターとか、ああいう敵には効きませんのでご注意ください。じゃあ HP がね、10万以上あるディアトリマという敵なんですけども、この敵はね、即死無効なんですけども、こういった敵も吹き飛ばしを使ってあげることによって、一撃で倒すことが可能となっております。非常に強いです、この吹き飛ばし。ほとんどの敵効きますので、これは。かなり強いですね。一部の大型のボスとか、そういった方にはね、効かないんですけども、大体の敵効きますのでね、かなり強い敵でもね、効きますので。で、これ注意点といたしまして、相手との、ね、レベルが開きすぎてると、効かないといったこともありますので、そこはご注意ください。グラビガに SP ターボ魔法、こちら組み合わせると2分の1じゃなくて倍のダメージ出せるようになりますね。HP が99,999以下の敵だったら一撃で倒せるようになりますね。SP ターボ魔法、多分ね、マスターしてあげないとダメだと思います。SP ターボ魔法じゃなくて SP ターボ、こちらでもいいですしね。SP マスター、こちらでも大丈夫ですね。この組み合わせがかなり強力です。割合ダメージが効くね、敵限定になっちゃうんですけどもね。敵の HP 見てみましょう。86,000。で、6万7000ですね。この敵さんたちにちょっとグラビカ使ってみましょう。一撃で倒せますね。で、こっちある程度の範囲効きますので、
その範囲内にいる敵だったら倒せますね。こちら割合ダメージが効く敵だったら一撃で倒すことができますね。で、一撃で倒せるのは 99,999HP 以下の敵になりますね。それ以上の敵は一撃じゃなくてね、2発とか3発とか HP 分必要になりますね。超強力な2種類のコマンドアビリティご紹介させていただきます。こちらの捨て身パンチと暗黒ですね。こちら後半で大活躍のこちらアビリティでございますね。どちらも非物理、非魔法ダメージなので、相手のね、防御力関係なくダメージ、高ダメージ叩き出せるので非常に強いです。で、暗黒に関しましては力が、依存するみたいですね。で、捨て身パンチにおきましては力というより、こちらザックスの最大 HP が高ければ高いほど、攻撃力のダメージが出せますね。で、ザックスの最大 HP も大して高くなくても、こちらのね、アクセサリーでカンスト系のアクセサリー装備してれば、ダメージ限界突破装備してれば、簡単に99,999ダメージが出ますので、こちらステミパンチはね、早めに入手しておくとね、ミッションとか攻略が非常に簡単になりますね。で、ステミパンチにおきましては、ミッションじゃないメインストーリーの9章で、ゴンガガで、手に入りますサブイベント、サブミニゲームみたいなのがあるんですよね。滝のクエストというのがあるんですけども、普通の通常戦闘を回避しながら進めている方はね、おそらく遭遇しないと思うんですけど、普通にこちら戦闘しながらやっていくと、滝があるところでね、ミニゲームみたいなのできまして、それ失敗しても何回でも再びできるんですけども、それを全部宝箱ね、取りますと、ゴブリンパンチというのが手に入るんですよね。ゴブリンパンチというのが手に入ります。で、このゴブリンパンチと、で、ミッション、メインストーリー9章になったら、多分手に入るね、宝箱からお店で買えるこちらの DMW 系ですね。こちらを組み合わせてあげると簡単に下見パンチまで作ることができますのでね。はい。で、こちら暗黒に関しましてはもうミッションも同時にね、結構やられている方は第4章の時点とかではね、もう持ってらっしゃるかと思います。暗黒に関してなんですけども、構えている状態で暗黒使おうとすると、このようにバックステップしちゃうんですよね。で、ちょっとバックステップしちゃって、ちょっとね、狙ったところに当てられないといった現象が起きることがあるんですね。なんですけども、こちらスティックを前に押しながら入力すると、バックステップ何もしないでその場で暗黒使うことができます。こちらのザイロリッツというアクセサリーがめちゃくちゃ強くてですね、すべての属性の攻撃を半減、力、体力、魔力、精神が100アップする、こちら取り逃し現金アイテムでございます。で、場所がミッション956、次なる階層へのマップの左下、ここですね、この場所です。取り逃し現金なのでね、絶対取り逃さないようにしてください。最速でマテリアのレベルを上げる方法は DMW 系のシスネのラッキースターのマテリア、そして DMW 系のモグリのモグリパワーのマテリア、こちらを装備して、あとは放置ですね、こちらが一番おすすめですね。で、モグリパワーはレベルに応じた数だけマテリアのランクがアップしますので、レベル4またはレベル5が発動した場合は一発でマスターにすることが可能となっております。なのでね、非常に簡単にこちらマテリアのランクを上げることが可能となっております。で、こちらかなりね、結構な確率で揃いますので、DMW 系の装備した場合は、この動画の時も2回連続でモグリパワー発動しましたね。本当に数分でランクマックスなのでおすすめですね。で、こちら、成長させる用のマテリア3つと、あとはシスネのね、ラッキースター1つ、あとはモグリパワー2つ、こういったね、構成でレベル上げさせてあげると効率いいかと思います。ですが、こちら最終章にならないと使えない戦法ですのでご注意ください。モーグリパワーが、お店で買えるようになるのがね、ミッション241をクリアして、で、こちらのジュノン土産物店というね、ショップを開放させる必要があるんですけども、はい。ですが、こちらミッション達成報酬でもモーグリパワー手に入るんですけど、それだと1個だけしか手に入らないのでね、複数手に入れるにはこちらのショップで買う必要が、あるのでご注意ください。DMW の達成率を全キャラ 100% にすると、達成報酬としてこちらの源氏の鎧というのが手に入りますね。最強格のアクセサリー、こちらが手に入ります。で、こちらを手に入れるのは完全放置でね、できちゃうんで非常に簡単です。で、やり方といたしましてはね、リジェネ効果のついている装備品、妖精の指輪、こちらを装備して、あとはリールが揃いやすくなるラッキースターを装備して、あとはね、パーセンテージ溜まってないキャラのね、DMW のマテリア装備するといった、あとは放置するといった方法になりますね。こちらは効果が重複しますのでね、複数つけても効果がね、出ますのでおすすめでございます。で、こちら全キャラ 100% にするには最終章まで行ってないと無理なのでそこはご注意ください。で、こちら
ミッションね、最初の1個目のミッションとかだとね、非常に敵が弱いので、こちらの場合は、陽線の指輪装備してなくても、ながら作業をしながらたまにポーション使ってあげればね、大丈夫といったこともありますのでね。あとはこちら、マテリアのレベル上げ、その他ね、SP も微妙に溜まってきますのでね、揃うたんびに。なので、そういった放置稼ぎにも使えますのでね、陽線の指輪なくてもね、大丈夫かなっていうのもありますね。奥のお守りとジュエルリング、こちらの2つに関しましては、こちら装備の、ね、効果に記載されてない隠し効果というものがございます。その隠し効果というものが、敵が、戦利品を、ね、ドロップする確率が上がるといったことが、ね、記載されてないんですよね。で、こちら2つともそういった効果が、隠し効果があります。で、こちらの隠し効果ね、このモグのお守りとジュエルリング、2つ装備した場合、敵が戦利品をドロップする確率が100%確実に落とすようになります。ですが、こちらね、一つ装備するだけでもね、ほとんど高確率で敵がドロップするようになるのでおすすめです。あと、こちらの分度とかともね、合わせて、この3つは本当になるべく早くね、入手しておきたい超便利アイテムですからね。で、こちらね、詳しいこれ、最短で入手する方法などは、以前出させていただいた動画で詳しくご紹介させていただいてますので、ね、もしよろしければね、そちらの方をご覧いただければと思います。獲得 SP ボーナスについてなんですけども、ちょっと分かりづらい仕様なんですけども、こちら例えばこちらの3スターズ、1体で2万 SP なんですけども、ある段階を踏みますと、1体で10万 SP 獲得することが可能となっております。でそちらの、方法なんですけども、特にノーダメージでクリアするとかではなくて、こちら、例えばなんですけど、全員いっぺんに倒してみましょう。そうすると10万 SP 入手できるんですよね。で、これ同時に倒す必要は、なくてですね、どういった仕様かと言いますと、こちら3スターズ、最後に倒した、敵の SP がアップするといったことになりますね。なので同時に全員倒したら、その同時に倒した敵の中で一番高い SP を持っている、数値が、倍増するといった方法になりますね。で、その一番高い SP を落とすモンスターを倒すまでにノーダメージで何体倒したかによって数値が倍増してきますね。なので3スターズを倒す前に4体敵を倒せば4、6、8、10どんどん倍増してきますので、3スターズを倒す前に4体の倒すと、で、3スターズまでにノーダメージで4体倒すと、こちら倍増するといった、ことになります。おそらく最大で5倍までなんですかね、おそらく。それ以上上がらないのかな、ちょっとそこまでわからないんですけど、そういった、仕様がございますので、それを把握しながら戦っていくと、たくさんね、SP などを獲得できるかと思われます。魔法を2回連続で使う連続魔というとても強力なマテリアがあるんですけども、こちら2つだけ連続魔が使えない攻撃マテリアがあるのでご注意ください。こちらのフレアとアルテマですね。こちら発動までにある程度ね、ちょっと時間がかかる、詠唱時間がある、こちらの2種類だけは連続で魔法を打てないのでご注意ください。連続で本当に短時間で2回連続使ってくれるんで、これで2回発動しますね。強いですよね、非常に連続MP は2回分消費しちゃうんですけどね。どんな攻撃もダメージゼロにしてしまうチートマテリアなんですけども、こちらハードモードの最強の裏ボスの攻撃でさえ全てね、ノーガードでもダメージゼロにしてしまうチートマテリアなんですけどね、SP マスター、SP バリアでもどっちでもいいんですけどね、マスターランクまでにすると、ものすごいダメージを抑えることができるんですけども、こちら敵の攻撃力が高ければ高いほど SP の消費量も激しくなってくるんですけど、その最強の裏ボスだとね、消費量えぐいので、こちらハードモードの最強の裏ボスさんですね。SP ものすごい大量に消費しますね。なので、こちらね、使う際はものすごい注意が必要ですね。こちら大量に SP 貯めないとダメですね。トロフィーでハードでゲームをクリアするといったものがあるんですけども、こちらは最初から通しでハードモードでクリアする必要はなくてですね、もうラスボスだけハードでクリアすればいいので、ラスボス戦前の、ここなんですけども、ここで、オプションでハードモード、ゲーム設定でここでハードモードにして戦ってクリアすればいいだけになります。それでは以上になります。皆様長らくご視聴いただきまして誠にありがとうございます。他にもクライシスコアの攻略動画、出させていただいておりますので、そちらの方もね、ぜひ目を通していただけましたら幸いでございます。こちらの動画少しでもいいなと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントなどぜひよろしくお願いいたします。